この間私自身山田しおりが帯状疱疹になりましたというレポートをさせていただいたんですけど、ご覧いただけましたか？その帯状疱疹についてちょっと今日はきちっと解説をしてみたいと思います。はい、私の辛い経験のビデオぜひ見てない方は見てくださいね。それと合わせて見ていただくと、自らご自分がこれからなった時にどうやって対処したらいいのか、またどんな過程を経て良くなっていくのかっていうのが簡単に理解いただけると思いますので、そういう心の準備をしていくってことは誰にでも必要なことなんです。なぜなら近年いろいろな理由があってですね、帯状疱疹結構発症が高くなってます。高齢化社会っていうのも一つですし、なんと80歳以上の人何人に1人帯状疱疹になってると思います？それだけ増えてるというと、3人に1人とかですか？ピンポーン、その通り、3人1人は80歳以上帯状疱疹になっているんですね。皆さんもきっとテレビとか、何かでマスメディアで帯状疱疹ウイルスワクチン打った方がいいですよとか、地方自治団体、県とか市とかそういうところでワクチンの接種の少し補助をしてくれたりっていうニュース見たことあるんではないでしょうか。ということで今日は深掘りしていきます。まず首の神経痛と何が違うの？帯状疱疹の神経痛ということでお話をします。そもそもですね、帯状疱疹っていうのは水疱瘡のウイルス、ヘルペスウイルスっていうものが感染を起こしていて、このように長い湿疹の経過をたどるんですが、水疱瘡の予防接種してますよね、子どもの頃に。はい、してると思いますね。自分バーって湿疹が出た覚えって記憶あります？なんか出た記憶があります。あります？はい、なんだかちょっとね分かんなかったりもしますけれども、結構ねちゃんと水疱瘡軽くではあってもやっていればいいんですが、やんなかったりするとまたそれはそれで大人になってから感染が起こるっていうことも一つ怖いことなんです。で、この水疱瘡にかかった方、症状が軽く済もうがちょっとひどかろうが、一旦かかった方がちゃんと治ります。治った後に神経の中にそのウイルスが冬眠状態でずっと眠ってるんです。で、年齢ね、私も60歳過ぎました。80歳以上の人は3人に1人ですから、あとはストレス、疲労、また何かで免疫力が低下した時、要はご自分の体が弱っているような時に神経にいるウイルスがふつふつと起き上がって、でまた症状を出してくるっていうのが帯状疱疹なんですね。はい、私のレポートでも言ったように、まずひどい湿疹が出る前になんとなく神経に沿った領域、いろんなとこ出るんですよ。体の全身に神経がありますので、この神経に沿って痛みやしびれを感じるんですよ。前駆症状と言いますけれども、前もってそういう症状がちょっと出ます。で数日、私の場合は2日経つとブワーッと、私の場合は尺骨神経っていう神経に出たんですけれども、この小指と、4番5番の指からずっとこの肘の内側を通って、もう脇ぐらいまでずっと本当に綺麗に神経に沿って赤い湿疹が出ます。いわゆる水ぶくれみたいなものができます。かゆい、痛いって感じなんですね。で、本当ビチャビチャ、もし潰してしまったら水が出ちゃうので、ガーゼを当ててなるべく潰さないようにして、で保護して、っていうことをちゃんとやってました。仕事休むわけにもいかないので、診療しながらっていう感じで手当てをしてたんですね。それって人に移ったりするんですか？その水疱が、普通はね移んないんですよ。普通の大人には特に心配しなくていいんですけど、ただ、この水痘ワクチンを接種していない方、何かで
日本人はあんまりいないけど、あと水疱瘡にかかったことのない幼児、子供ちゃんっていうのはこの潰れた水疱っていうのをもろに触っちゃったりするとウイルスいますから感染することがあります。あと妊婦さんとか体力がすごく弱っている方、免疫が落ちてる何か全身的な病気の方なども感染しやすいので、やはりこの水疱が破けた水を触るってことは極力避けた方がいいと思います。はい。でね、こういう湿疹の時期にとにかく早く、できれば48時間以内に薬を開始することが大事なんですね。抗ウイルス薬、はい、一番最近はもうこういう素晴らしいお薬、アメナリーフというお薬、私も飲んだんですけど、何しろ1日に何回も何回も飲まなくていいんですよ。1日1回でいいお薬っていうのが出ています。ちょっとお高いですけどね、はい、3割負担の人が5000円ぐらいがかかっちゃう薬ですけど、1週間分1日2錠1回、私は昼食後に飲みました。それを毎日毎日1週間続けるわけです。これ以上はね保険適用で出ませんので、1週間きちっと飲む。 2,3 日経つとだんだんちょっと効いてきたかなっていう感じがして、この水疱がなんかちょっとこう薄らいでくる。で非常に痒くてかきたいけどかけないみたいな状況、ちょっとこう和らいできて、でだんだん水疱がしぼんできて、でかさぶたになってくれるんですね。そうするとポロリって落ちて、そう下に綺麗な皮膚が再生されているっていう状況です。はい、ということで、この湿疹の時期、辛い時期が1週間程度は続きます。でそこで終わったかと思いきや、また発症後の帯状疱疹後神経痛っていうのがエンドレスに人によっては起こるんですね。結構ね、何でしょうか、症状の出方とか続き方っていうのは個人それぞれなんですよ。比較的若い方は、短期間でなんか症状が良くなることも多いらしく、あといかに早くに治療したかっていうことも影響するようです。どちらかというと私を含め中高齢者の方が長引きやすいと言われています。どれだけ長引くのっていうと、もうそれこそ、1,2 ヶ月から半年、もう年単位で続いている人もいます。その同じ神経の領域がいつまでもうつくように痛いということが起こるわけです。では治療に行きましょう。はい、治療もですね、やっぱり日進月歩してます。医学の世界はですね、いいお薬も今どんどんできています。それでもやはりこの帯状疱疹っていうのはなかなか治療に難渋し、パッと治療して良くなるっていうわけではないっていうところがなかなか辛いところです。はい、まず、とにかく大事なことは、一刻も早くぼちぼちとか痛みに気がついたら治療することが大事なんですね。そのためにはお医者さんの診断が出ないと治療は開始できませんので、とにかく早く、これもしかして帯状疱疹かなっていう知識をある程度持っておいて、そういう症状が出てきた時にいち早く、内科であったり皮膚科であったり、例えば痛みだから生検に行ってもいいです。そこから適切な皮膚科や内科に紹介してもらうっていう形で、早くに治療を始めるっていうことが肝要です。できれば48から72時間 2,3 日以内に治療を始めることが、とにかく湿疹は早く良くなって、で、ウイルスがどんどん増加して増えていくんですけど、このウイルスの増加を抑える、それによって痛みもある程度コントロールできるっていうことになるので、早い治療っていうのがもうキーワードとなります。はい、で実際にどんなお薬を使うのかっていうところなんですけど、まず発症して一番最初に使うのは抗ヘルペスウイルス薬というものになります。ちょっとね専門的ですけど、アシクロビルとか、バラシクロビルとか、いろんな名前の薬があって、で私が飲んだのはこちらのアメナリーフっていう商品名のお薬ですけど、この辺りはどういうお薬を使うのかっていうのは、
その、見た診療した内科や皮膚科の先生がお決めになりますので、あんまり症状が重篤な時は、また合併症が考えられる時は入院して、点滴の治療を行うという選択肢もあるようです。幸い私は、飲み薬内服で済んだので、処方していただいたお薬を1週間家で飲み続けるという形で、なんとか収まりました。でとはいえ、このウイルスを抑えたからって言ってすぐに痛みが取れるわけではない。飲み始めてから症状に効果が出てくるのは2日ぐらい、 2,3 日経ってからって言われてますし、その間何にもしないで待ってるのは辛いじゃないですか。だからやっぱりお薬を、痛み止めを使うわけですね。ロキソニンとかボルタレンっていう非ステロイド消炎鎮痛剤っていうお薬、痛みを止めるお薬を飲んだり、あとリリカとかプレガバリンとか、神経痛を、まさにこの帯状疱疹の神経痛を抑えるような薬を、処方していただいて飲んだり、あとはメチコバールビタミン B12、 これは神経を回復させるお薬なので、そういったものを飲んだりっていうことで、まず自覚症状を少しでも和らげましょう。なんでそうしなきゃいけないかっていうとね、長い間辛いとですね、結構メンタルがやられてくるんですよ。仕事行かなきゃいけないのに痛くて手が自由に使えないとか、足にできる人もいるし、体にできたり、もう背中が痛くなったり、ひどい人は座骨神経全体に出ちゃったりすると、歩くことすら、辛いっていうことも起こりますので、とにかく、和らげて日常生活をキープできるようにするっていうことが大事です。メンタルもやられないように気持ちを健全に持つっていうことが大事です。それでもこの帯状疱疹後神経痛があまりに長引く時は、この皮膚科や内科から紹介していただいて、ペインクリニックさん、麻酔科のドクターがやっているペインクリニックに行くと注射をしてくれるんですね。注射とか、点滴とか、そういったもので痛みを取っていくっていうことも効果があります。ですので、帯状疱疹、一口に言って皮膚にできる病気だから、皮膚科だけではなく、そういった内科や、ペインクリニック、麻酔科の先生とも一緒に治療を考えていくことで、とにかく快適になるべく神経痛を和らげて生活するということが大事になります。ワクチンご存知ですか？はい。私ね、今回までテレビでワクチンのコマーシャルやってるじゃないですか。高齢になったら何歳以上は地方自治団体で何々県何々市、補助が出るからワクチンをしましょうねって言ってるけど、もう全然ね、自分のことと捉えてなかったんですよ。でもやっぱり大事だなって思いました。私もこの帯状疱疹の湿疹がちゃんと落ち着いたら、今度ワクチンを受けようと思ってるんですけれども、ワクチンね、2種類あります。こちらに書きました。生ワクチンというものと、シングリックスっていうちょっと特殊な組み換えた、ウイルスの抑えるワクチンがあるんですけれども、どういうワクチンを使うか、1回打つものも2回打つものもあるし、値段も結構比較的安価なものから高価なものまであるので、あとご本人の体の状態、免疫が落ちてる方だとちょっと生ワクチン打てないとかもありますので、とにかくワクチンについては専門の皮膚科や内科の先生によくお話を伺って、自分にとってどのワクチンが一番合っているのかっていうことを検討されて、ワクチンを打つというのも症状がひどくならないための一つの選択肢だと考えています。ということで、長らくお話ししてきたこの帯状疱疹、どうですか？ご自分まだかかってないけど。そうですね、ちょっと怖いですよね、かかると思うと。なんか予習してしまったゆえに怖いっていう感じもあるかもしれないけど、でもこれをね、こういう情報を持っていれば、とにかくいち早く治療が開始できる、それが大事なことだと思っていますので、皆さんもこの知識を役立てていただければと思います。ご本人自らもそうだし、家族にも、そういう気持ちを持って接していただければと思います。ご清聴あり、この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。